それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下さんとの恋、お相手からのアプローチはありますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。1番はフローライトですね。こちらのカード、最後にメッセージをもらっていきます。あとはですね、トランスペアレントオラクルカード、先にこのカードをシャッフルして、お相手のあなたに対する印象、そしてお相手はどんな恋愛をあなたとしたいと思っているのか、好転メッセージ3枚もらっていきます。はい、まず3枚出してみていきます。まずはこちらにすでに出しているオラクルカード、こちらがお相手が今あなたに感じている印象ですねとして出しています。でプラストランスペアレントのオラクルカードが木星のカードなので、幸運や拡大を表していますね。はい、素晴らしいカードです。あとは見ていきましょう。まずカラーカードの方がエメラルド、心、体、魂を鎮める、深みのある色ですね。そしてあとは安定、グローバル、リーダーシップ、この3枚と組み合わせて見ていこうと思います。お相手のあなたに対する印象、まずとても好印象を持っているなっていうのを感じますね。この木星のカードからも、はい、そう感じます。あの人が感じているあなたの魅力というのは、一緒にいるだけで心が落ち着くような安心感と心地よい調和があることです。あなたはリーダーシップがあり、どんな状況でもぶれない安定感を持っています。そのため周りからも自然と注目を浴びて、華やかで人気者としてお相手から見られています。さらに SNS や人脈を生かして多くの人とつながり、世界に広がる視点とバランスの取れたコミュニケーション力で多くの人に信頼されているでしょう。その一方で明るさと静けさを持ち合わせ、陰と陽両方の魅力が備わっているため、深みのある人として魅力がお相手に伝わっています。お相手はあなたと一緒に輝かしい未来を願い、そっと抱きしめてあなたを守りたいと感じているかもしれません。そして頼もしいあなたとなら穏やかで幸せな関係を築けるんじゃないかというふうに思っています。はい、深みのある方っていうのがまず一番に入ってきます。陰と陽どちらのバランスも持っている、前に出ていく力、発信していく力と、そして相手を受け止める力、両方持っていて、落ち着きのある深みのある印象っていうのをお相手が感じているっていうのが出てきています。あとグローバルのカードも出てきているので、中にはその海外の言葉、英語話せますとか、海外に人脈がありますっていう方もいるかもしれないし、お仕事で海外とのご縁だったりネットワークですねを使われている方もいらっしゃるのかなっていうふうに感じました。ではこちらのあなたの魅力というのをこちらに置いておきまして、じゃあお相手があなたとどんな恋愛をしていきたいと思っているのかっていうところも合わせて見ていきます。そしてまずはタロットカードで見ていきましょう。タロットを使って展開していきます。はい、では今回見ていきます。まずこちらですね、お二人の恋の近未来、またはお相手のお気持ちとしてここに女帝のカードが入っていますので、これはとても素晴らしいですね。美しさ、そして愛情を示しているカードです。あなたのことを恋愛対象として見ている、またはこれから先恋愛関係になっていきたいと思っている、またさらにこれから先あなたのことを好きになる可能性がとてもありますと
という可能性を示唆していますね。また豊かな関係になっていきたいってことも表しているので、今の関係性から恋愛関係になっていきたいっていうことが出てきています。そして今までの流れ、お二人の流れを振り返ってみていると、やはりお仕事のつながりだったりとかチームワークっていうのがつながりですねがあって、その中でお互いの関係性を育んできたんだっていうのが伝わってきます。お友達関係だったらそれが長く続いていたでしょうし、お仕事の関係性だったら立場があったかもしれない、上司と部下とか先輩後輩の立場っていうのがあって、でもその中で円滑に進めてきたんだっていうのが伝わってきますね。そしてお相手の気持ちの変化っていうところなんですが、多少周りを気にしているなっていうところが出てきます。警戒しているっていう感じですね。少し敏感になっていて、周りの状況にすぐ対応できるようにしたいっていう風なお気持ちにだんだん変わっていきます。今はすごく安定しているっていうところで、そこから変化っていうのが出てきますね。変動ですね。または移動っていうのも出てきているので、2人の間がちょっと離れちゃう、距離が空いちゃうとか、移動とかですね、職場関係だったらそれが考えられるかもしれません。向こうが退職してしまう、転職しちゃうとか、そういうこともあるかも。環境の変化っていうのが入ってくるので、ここをどうやって2人で乗り越えていくのかっていうのが今回テーマになってくるかなと思います。お相手もしくはあなたの方の移動変化っていうのが見えてきますね。またお気持ち的に見るのであれば、お相手が例えばね、今仕事関係の人としてあなたを見てるとするんだったら、そこから恋愛感情が芽生えてくる可能性があります。恋愛感情が芽生えた時に周りのことを気にするかなっていうのが入ってきますね。警戒しているっていうのがあるので、知られたくない相手がいるとか、社内の中だったら同じ会社の人にはね、知られないようにしようとか、そういうことを考えていたり、またはライバルの存在を察知しているのかもしれません。なぜかあなたがとても人気のある方だからっていうのが入ってきますね。ただしあなたはこの好きなお相手のことを思い続けてくださいって、情熱的に自信や魅力を表すワンドのクイーンのカードが入っているので、これがアドバイスカードなんですよね。お相手に愛されるべき存在であるし、あなたは人気者なんだけれどもお相手一本なんだよってことを示していけば、このお相手も自信がつくんじゃないかなって思います。恋愛関係になっていく可能性が十分にありますね。周りの環境としてペンタクルキングのカードが入ってきています。ここは成果とか地位とか安定を表しているので、今周りの環境的にどうかなっていうところですね。安定しているのか、または仕事上の関係性だとしたら、そこから乗り越えてどんな風に恋愛関係になっていくのかっていうところでお相手が考えているかもしれない。周りの状況としては安定しているっていうのが入ってくるので、そこを変えようとすることはないとか、あとお相手が環境に対して不満を持っていたりとかすることは低いんじゃないかなと思います。今の環境を生かしながらあなたと恋愛関係を育んでいきたいってことを感じてるんじゃないかなと思いますね。そしてこちらが今お相手の中で期待や恐れ、不安っていうところで出しているんですが、カップのないんです。なので自分の気持ちが満たされているっていうところなんですが、これがそのお相手の期待として現れてるんじゃないかな。一方でこれは願望成就、ウィッシュカードっていうふうに言われていて、自分の望みを叶えたいっていうことなんですね。気持ちを切り替えて、あなたと恋愛関係っていうところに気持ちを切り替えて見ていきたいっていうのがお相手の期待ですね。で一方で恋愛関係になっていくんだったら、今の関係性より一歩踏み出していかなきゃいけないとか、自分の本音っていうところを打ち明けていかなきゃいけないなっていう風に感じています。そしてこの幸運とか拡大のカードも出てるので、恋愛関係に向かって今発展する時なんじゃないかっていう風にお相手自身が感じているということです。あなたに対して深い魅力を感じている。そして自分の希望を叶えていきたい。どんな希望か、あなたと愛情を育んでいきたいっていうことなので、
あなたが今自信持って、あなた自身もね余裕を持って構えておく時とか、自分自身で動きたいと思ったら動いていってもいいし、そこはあなたがとても器用な方なので臨機応変に対応できると思います。例えばお相手の方で変動っていうのが見られるので、距離の変動だったりね、部署が変わっていくとかだとしたら、それをあなたはうまく見極めていきながら、自分のことをアピールしていけると思うんですね。お相手を支えていくときに支えていって、そしてお相手を導くときには導いてっていう感じで柔軟に対応していけると思うので、思う存分あなたの魅力が発揮されてお相手に伝わっていくときです。ただし今の関係性から気持ちの切り替えっていうのはここ出てくるかなと思いますので、気持ちを切り替えて、気合を入れてあなたにアタックしようって思ってるのかもしれないし、今の関係性から今一歩踏み出そうと思ってるのかもしれません。そうですね、周りの状況をちょっと見ながらっていうのはあるんですが、周りの人で例えばここペンタクルキングなので、お二人の例えば社内だとしたら、社内で社長のことを気にかけなきゃいけないとか、目上の男性っていうのが入ってくるので、一部の方ではその目上の男性っていうのをお相手は気にかけていたりとか、この方を立てていきながらもあなたと恋愛関係を育んでいきたいなってことを感じているかもしれない。つまりは会社でうまく立ち回っていきながらあなたとも恋愛関係になっていきたいっていうこと、それがいろんなケースに当てはまっていきます。ではこちらですね、お相手がどんな恋愛をあなたとしていきたいのかっていうのを具体的にこのオラクルカードで出しています。まず冒険していきたいっていうことがここのカードから伝わってくるんですね。そうですね、例えば困難なことがあるんだったら狙いを定めて乗り越えていきたい、持久力をつけて、つまり長く頑張り続けてあなたっていうね、恋愛関係、恋愛対象、理想を叶えていきたいっていうねところがお相手の中であります。あとはこちらのオラクルカード見ていきましょう。セクシャルフリーダム、性的自由と、あとはデバインマスキュリン、聖なる男性性、リードしたいとか、そうですね、その好きなお相手の性別関わらず、この好きなお相手が自分がリードしてこの恋愛を、引っ張っていきたいっていうふうに思っているということ、そしてよりシンプル化させていきたいっていうことと、あとこちらのカードですね、自分たちの価値だったりとか、お相手自身の価値、またはあなた自身のことについてかもしれません。価値観かなっていうところも出てきています。じゃあどんな恋愛をしたいのかっていうのを見ていきましょう。まずつながり合いたいっていうのがね入ってきていますね。抱きしめたいとか、肌のね感覚をっていうのを確かめたいとか、触れ合いたいっていうことなのかもしれません。あの人が望んでいる恋愛っていうのは、あなたと恋愛していくことであなたと一緒に人生を歩みたいと思っているようです。自分の価値を認め、愛や幸せを受け取ることをあなた自身恐れないでください。そうすると愛の可能性がさらに広がっていきます。あの人にとってあなたは一緒に成長し、未来を築いていくパートナーとして見ています。この恋愛においてあの人はあなたにとって心の拠り所となり、リーダーシップを発揮してあなたを支える存在でありたいと考えています。あの人のエネルギーはあなたを守りながら共に歩む道に安定感をもたらしてくれます。あなたのシンプルでバランスの取れた生活はあの人にとって心地よく、あの人のエネルギーをさらに高め、二人の絆を深めるきっかけになっていくでしょう。また恋愛において真の自由とは、ただ情熱を求めるだけではなく、お互いに深く理解し合うこととあの人は思っているようです。あの人はあなたの魅力や心の内面を尊重し、ゆっくりと愛を育む関係を望んでいます。表面的なつながりだけではなく、互いに敬意を持ち、心から寄り添い合う関係を築きたいと思っているようです。あなた自身を愛し、自分自身を受け入れていくことで、もっと素晴らしい愛があなたに訪れていくでしょう。自分を信じて、この愛を大切に育んでください。
お相手があなたと望んでいることっていうのが、自分があなたを守る存在であること、そしてつながること、肌のつながりだけではなくて体も心もつながり合いたい、そこで生まれてくる愛情を確かめたい、そしてお互いの生活をもう少しシンプル化したいっていうことなので、複雑な環境だったりとか、事情があったりとか関係性ですねをもっとシンプル化したいっていうことなので、例えば恋愛一本の関係性になっていきたいっていうこともお相手が望んでいるのかもしれません。これがお相手が望んでいるあなたとの恋愛ですね。あなたと恋愛していくことによってより生活がクリアになっていくような、そんな期待があるんじゃないかなと思いました。では最後に好転メッセージをもらっていきます。まずこちらのカードっていうのが、火のカードを表しています。行動、活発的に動いていくこと、そしてあなた自身の魅力っていうのもここ関わってきますね。これからさらにあなたの魅力が輝いていくとき、そして行動に起こしやすいときでもあるので、自分でこうしたいと思っていること、そうなるように動いていって、その夢を実現化させるときというふうに捉えてください。より活発的にあなたが輝くときです。はい。そしてフローライトのメッセージというのは、自分の内側に平和を見出す、ファインドピースっていうねカードが出てます。平和を見つけるっていうカードです。このフローライトのカードからより良い運気を引き寄せるためにっていうメッセージをもらっていきます。まず心の中に平和を見つけることから始まっていきます。外の環境がどんなに騒がしくても、平和はあなたの内側から湧き出てくるものです。周囲の状況や周りの意見に振り回されるのではなく、自分の選んだ道に納得し、自分の信念を大切にしていきましょう。これによって心の軸がぶれずに、どんな困難にも冷静に向き合うことができます。また心穏やかでいれば、自然と良い運気が流れ込んでいきます。日々の生活の中で意識的に自分は平和で満ちていると感じることで、ポジティブなエネルギーが引き寄せられるでしょう。あなたの心に平和を持てば、良い運気があなたに寄り添ってきます。ぜひこのメッセージをお受け取りください。魅力が今拡大していく時です。今回は年下さんとの恋、お相手からのアプローチはありますかということで、アプローチあると思います。期待してください。あなたの魅力が存分にお相手に伝わり、そしてお相手は自分の理想を叶えるために計画しながら動いてくると思います。大胆に動いてくるというよりは、少し慎重になりながら計画を練って動いてくると思いますね。あとはメールや会話から始まっていく可能性がありますね。声をかけてもらえるとか、声をかけてもらうっていうのはプライベートのお誘いがあるという可能性が強いっていうことです。はい、1番のフローライトさん、申し訳ありません。こちらのLife Loves You カード、こちらから最後に好転アドバイスもらっていなかったので、追加でカードを引いていきます。今のあなたの背中を押してくれるようなメッセージをもらっていきましょう。そしてお相手が伝えたいこととしてもらっていきます。カード2枚もらっていきます。はい、こちらからもらっていきましょう。お相手が伝えたいこと、そしてあなたの背中を押してくれるようなメッセージです。はい、まず心の中の自分を癒し育んでいきましょう。そしてお相手自身の愛情を表現する時がやってきます。手を取り合ってください。インナーチャイルド、心の中の自分を愛することは、自分の純真な気持ちを思い出させてくれます。どれほどあなた自身が自分を愛しているのかということを気づかせてくれるんですね。そしてそのインナーチャイルドに聞いてください。今日は自分自身何がしたいっていう風に、またお相手の方から何か欲しいものあるとか、何してほしいっていうようなことがあるかもしれません。そして今日は誰かの友達になろう。自分自身の行動を通して
愛しているということを教えてください。お相手とお友達になる、距離がまだ浅いという方はお友達から始めましょうっていうふうに自分自身で行動していき、そして愛情を注いでいくのかもしれません。またはそれをお相手が行動に起こしてくる可能性が大ですね。お相手が自分の愛を表現するっていうふうにこのカードが出てきているので、お声掛けがあるんじゃないかなっていうこと、そしてその行動から2人の恋愛関係が始まっていく、愛情が注ぎ込まれていくんじゃないかなっていうのも感じました。お相手からの動き期待してください。今後お二人の関係がより豊かなものになっていきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下さんとの恋、お相手からのアプローチはありますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。お選びいただいたサンストーンのカード、こちらは最後にメッセージをもらっていきます。ではトランスペアレントオラクルカード、こちらより3枚カードを出して見ていきます。はい、それではカードを出したので見ていきます。まずはお相手があなたにどんな印象を抱いているのかっていうのでオラクルカードを出しています。今ここで出てきたのが亀のカードです。まずは自分と相性がいいなっていう風に感じてくださっているということです。失礼しました。こちらですね。カラーを見ていきましょう。ラベンダーです。ラベンダー、心と体と魂をつなげる。まず感じるのが、お相手があなたと気が合うなっていうのを感じていること、相性がいいとか、そうですね、話が合うとか、あとは組織、有効性、効率、冒険とありますね。このカードたちからお相手があなたに感じる印象をもらっていきます。あなたの魅力というのは光のような不思議な引力です。あの人はあなたが持つ鋭い直感と広い視野、物事の真実を見抜く力に心惹かれています。その正確な判断力や冷静さの中に優しさや温かさが見え隠れし、まるでそっと導かれているような気持ちになっているみたいです。あの人にとってあなたはただの友達や仕事仲間ではなく、人生を共にするパートナーのような存在です。忙しい日々の中でもあなたと過ごす時間は優しい光に包まれた癒しのひととき。何気ない会話や視線のやり取りの中に深いつながりを感じています。あなたの伏し目がちの表情や柔らかい肌がふとした瞬間にお相手に触れるたびに後ろ髪を引かれるような感覚に襲われて、忘れられない存在として心に刻まれています。あの人はあなたのすべてを肯定し受け止めたいと思っています。そして2人の間に生まれる温かい絆を大切にしながら、時間を忘れてでも一緒にいたいと思っています。一緒にいると時間の流れを忘れてしまう、あっという間に時間過ぎちゃったねとか、そういうような感覚になるみたいですね。また組織っていうカードが出てるので、何かのつながり、コミュニティに属しているんじゃないかなと思いました。また自分と気が合うっていうことなので、趣味のつながりかもしれないですね。そしてあなたを支えていきたい、支えられているっていうのも伝わってくるので、お互い支え合うような、そんな今の関係性やこれからの仲っていうのをね、期待しているところもあるんじゃないかなっていうふうに見ますね。そして自分にとっての、幸運の存在であるっていうのが伝わってきます。
あなたと一緒にいると元気がもらえるとか癒しがもらえるとか、それによって自分の調子が上がるっていうのが伝わってくるんですね。またあなたの、香りが好きっていうのが入ってくるので、たとえあなたが香水を身にまとっていなかったとしても、その雰囲気ですよね。まるで言い表すんだったら良い香りのするような方っていう風な印象を抱いているみたいです。はい、ではタロットカードを使っていきながら、お相手があなたとどんな恋愛をしていきたいと思っているのかっていうところを見ていきます。はい、では見ていきます。素晴らしいですよね。カップの2番、ハーミット、カップの10、太陽、ジャッジメント、ソードの6番にペンタクル6番です。これで見ていきます。はい、まずはお二人が愛し愛される関係性になっていくということ、もうすでにここでつながりのカードが出てきているので、お互い一目惚れ状態だったのかもしれないし、やっぱり相性がいいなっていう風に思っていたっていうのも伝わってきますね。感情を共有し合えるっていうのがあるので、嬉しいこととか楽しいことっていうね、あと趣味とか考え方が一緒、感じ方が似ているなっていうのを感じていますし、あと嬉しいことがあったらあなたに報告したいとか、2人でいろんな話をする中で楽しいことを共有し合いたいとか、そういうことも伝わってきますし、もうすでにそれができているんだっていうことが伝わってくるので、例えば両思いだっていう風に感じていなかったとしても、あなたに気があるとか、そういう素振りを見せていたりとか、またそれもねなかなか感じられないっていう方は、お相手の中でもうすでにあなたに惹かれているよって、心の奥底でね惹かれていて表面的に出していないってことかもしれない。ただね、このカードが出てるってことは、やっぱり気が合うなって思っていたりとか、惹かれているっていうのがもう出てきていると思います。楽しいなとか、一緒にいて、または感覚が似ているってことだから、価値観とか気持ちの面で、例えばこういうことを言われたら嬉しいだろうなって、そういう、ね、共通の認識があるってことですね。あとこういうこと言ったら嫌だろうなとか、そういうのも似ている、感覚が似ているっていうのが入ってきています。とてもいい印象を抱いているんじゃないかなっていうのを感じますね。で、現在お相手は自分の中で一人こもっているような状態です。周りとの関わりを断ち、中にはあなたとのつながりを一旦シャットアウトしてるというか、シャットダウンしてるというか、して遮断して、自分の中でいろいろ考えてるって、冷静に物事を分析したりとか、どうしたらいいんだろうとか、欲にまみれることなく、自分自身で真実を追い求めている、答えを探しているような、そんなハーミットのカードが出てきていますね。自分自身の心の内面を見ているような状態です。なので今あなたとなかなか会えていないとか、連絡取れていないとか、少し前はこんなに楽しいこといっぱいあったのに最近釣れないんだよねとか、そういうような感じをあなたの方で感じてるかもしれない。ですが、それはあなたを嫌いになったから離れたとかではなくて、自分の中で今考えていることがあるんだと。それはどうやったらあなたともっとより良い関係性になっていけるんだろうとか、どうやったらもっとこの喜びをね分かち合っていけるんだろうって、またはこれは家族っていうのを表しているカードなので、あなたとの結婚を視野に入れているっていうお相手もいるかもしれないですね。単純にあなたと気持ちをもっと分かち合いたいとか、円満にいい関係性を築いていきたいとか、永遠を誓い合いたいってことを考えていると思うんですね。ここにたどり着くまでに今自分の中で考え事をしている。なので最近連絡取れないなっていうふうに心配に思っている方もいるかもしれないんですが、安心してください。またこうやってもっとさらに深い喜び事とか深いつながりっていうところに近未来流れていくので、なかなか会えないな、どうしてるのかなって思っていても、ここ
ジャッジメントのカードも入っていますから、再び巡り合えるとか、連絡もっと密にやり取りできる、離れているってわけではないんですけど、最近なかなかうまくね連絡取れないというか、返事が返ってこないような気がするっていうのが入ってくるので、それも解消されていきますよっていう風に入ってきています。また周りの環境としてジャッジメントなので、例えばお相手と連絡取れないような事柄が環境的にあるとするんだったら、はっきりと理由がわかるんだったら、その問題は解消されるだろうっていうことが言われています。良いお知らせがやってくる、お相手から連絡が来るんじゃないかなと思いますね。なので明るい気持ちで、明るい気持ちを持ち続けてくださいっていう太陽のカードが入っていました。最終的にお二人は良い関係性に流れていきますので、ここ調和のカードが2枚入ってきています。ソードの6番とペンタクルの6番です。良い関係性になっていくために、新しいステージへお相手の方で動いていこうとするんですね。かつ2人の愛情が愛し愛されるものであるということ、これをその生活に落とし込んでいくので、お互い例えば連絡がもっと円滑に取れるようになるとか、今はなかなか取れない、お相手が自分の中に引きこもっているような感じがするんだけど、これから先は取り合えるようになるし、連絡の密度っていうのもお互い満足できるような密度でやり取りできるんじゃないかなっていうのが入ってきています。はい、ということでなんかバランスが取れていくよっていうことが言われているし、気持ち的にもとても満たされるんだってことが出てきているので、この成功ですね。太陽のカードっていうのはエネルギーそのものですね。生命エネルギーそのもので、そしてお互いが自由であること、もし問題があればそこから解放されて2人の仲は繁栄していくということ、そして喜び合えるようなそんな関係性なので、ぜひそこに自信を持っていってくださいって、ぶれないで、そして落ち込まないで明るくいてくださいっていう、そういうアドバイスカードです。はい、とてもいい流れですね。なかなかそのお相手が今どうしたんだろうっていうふうに思っている方は、そこからお相手は抜け出していくよってことが言われているので、どうしたらもっとあなたとより深いところまでつながっていけるかなってことで考えているってところがあります。今その無理して連絡取ろうっていうふうに思わなくても、お相手の方から連絡来るので、今は待っていてもいいですよっていうのが出てきています。では、お相手があなたとどんな恋愛をしたいのかっていうのでカードを出しています。まずこちらのカードっていうのが水そのものを表しています。感情や夢ですねを表しているので、まさしく気持ちを共有し合いたいとか、喜び事を分かち合いたいっていうね、そういうカードが出てきているので、あなたと気持ちの通い合わせ、感覚がやっぱり似てるんじゃないかなって思ってるんですが、どうでしょう。あとはこちらのトゥルーラブオラクルからマニフェステーション、そしてこちらのカードが親密、もっと仲良くつながってギュッてし合いたいとか、そういうことですね。もう入ってきています。すごいね、綺麗なカードです。あとはマーメイドのカードですね。こちらからはイエス、はいその通りですとか、行動に起こしましょうとか、起こしますよとか、今問題抱えていることを解決して良い方向へ流れていきますっていうイエスっていうのと、あとこちらですね、どうか自分自身を許してあげてくださいって、自己需要のカードでもあるし、そしてお互い受け入れるためにまず自分自身を受け入れてくださいって、自分の嫌な部分とか、そこまであなたはネガティブに捉えていないとは思うんですが、例えば今の環境だったり、お相手となかなか最近会えていないなとか、そういうことを今一旦受け止めて落ち着いて取り組んでみてくださいって、瞑想してゆっくりとした時間を過ごすとか、心に静けさを持つとか、そういうことを意識していくと、より良い流れになっていくんじゃないかなっていうのも出てきています。あとお相手が望んでいる恋愛関係っていうのを見ていきますね。あなたと深く愛情のこもった関係を築きたいと願っています。もう親密になっていきたいっていうのが出てきていますからね。あの人はあなたが自分を許し、あるがままの自分を大切にできることを知ってほしいというふうに伝えたいって思っています。ありのままの自分でいいんだよってことを伝えたい。
どんな過去があったとしても、あなたの心を曇らせることはないとお相手は理解していますし、あなたがありのままであることに美しい価値があると思っています。お相手はあなたの直感が示す方向に進む力強さと、共に未来を描いていく確かな信頼関係を感じ取っています。そっと背中を押されながら2人で成長し、願いを現実にしていく日々を楽しみにしています。あなたが心から望むものを叶えられるように、あの人はそばで見守っていき、サポートをしてくれるでしょう。また、お相手はあなたと真の親密さを求めています。抱きしめ合いたい。ただの体的な関係ではなく、心と魂が触れ合う深いつながり、お互いの純粋で無邪気な一面をシェアするような関係を望んでいます。時には一緒に静かに夕日を眺めたり、穏やかな時間を共有しながら、心から安心できる存在でい合いたいと思っています。あの人が伝えたいのは、あなたのあるがままの姿を受け入れ愛したい、そのままのあなたを受け止めて愛したいということです。そしてこちらからお相手がどんな風に行動に起こしてくれるんだろうっていうことと、あなたの背中を押すようなメッセージをもらっていきます。お相手はあなたに愛されているし、あなたを愛しているし、支えられているというふうに感じています。そしてここもイエスっていうのがワードが出てきていますね。イエス。はい、あなたはもっと受け取っていいんですよって、はい、イエスって言ってください。お相手が動いてくるので、その時に否定せずにイエスと言ってくださいと。そしてあなたがお相手をどのように支えているのか、あなたが支えになっているんだよっていうことを感じ取ってください。支えられてるってことを強く言いたいんだっていうことと、あなたに今ギフト、贈り物が現れる。それをイエス、あなたの笑顔が見たい、イエスと言って受け取ってほしいっていうことで、お相手からプレゼント、贈り物、言葉のプレゼントかもしれないしね、告白とか、あなたと一緒にいるととても癒されますとか、そういう嬉しい一言があるのかもしれません。それを純粋に受け取ってありがとうって言ってもらえると、すごくそれが心の励みになるっていうふうにお相手から伝わってきます。では、こちらのカードからもアドバイスカードもらっていきましょう。こちらのカードは風を司るカードです。インスピレーションを大切にし、今このイメージ力、発想力が大切になってくるので、イメージしたものを実現化させていく時です。はい。幸運のモチーフ、ラッキーモチーフ、あなたにとってのラッキーモチーフで構わないので身につけておくといいかもしれません。好きなものでいいと思います。例えば花柄が好きなんだよねっていう方は、花柄のハンカチとかお洋服を取り入れるとか、お花を飾るとか、あとはハート模様が好きなんですっていう方は、ハートの小物をつけたりとか身につけるってこともいいと思います。あなたがもし自然が好きであれば、自然を感じる場所に行ってみるっていうこともいいと思います。自分の好きなものを身近に置いておくっていうのがいいと思いますね。例えば好きなキャラクターやぬいぐるみがあるんだったら、それを近くに置いておくっていうのもいいと思います。ではサンストーン、こちらのカードから、ラッキーアドバイス、ラッキーメッセージもらっていきます。幸せを見つけていきましょうっていうメッセージです。このカードからより良い運気を引き寄せるためのメッセージをもらっていきます。まず日々の生活にある小さな幸せに気づき、それを楽しむことから始まっていきます。立ち止まって周りを見渡すのではなく、自分自身が大輪の花となって輝く気持ちで日々を過ごしていきましょう。忙しい毎日の中でも心が喜ぶ瞬間や、あなたを元気にしてくれることに意識を向けてみてください。今その瞬間に感謝し、与えられた時間を楽しむことで心のエネルギーが自然と高まっていきます。例えばお気に入りの音楽を聴いたり、美味しいものを味わったりといった小さな楽しみがあなたに元気と幸せをもたらします。そのような小さな喜びが人生を彩り、良い運気を引き寄せる力となっていくでしょう。今この瞬間を楽しむことが幸せへの第一歩です。その推し活とかもいいかもしれないですね。あなたの心を潤すようなことをして楽しんでくださいというようなメッセージが入っていました。今回は年下さんとの恋、
お相手からのアプローチはありますか？あります。はい、ということでここは期待して待ってみてください。そしてあなたの方からも、もし動きたいなと思ったら動いても全然構いませんよっていうカードが出てきているので、成功へ向けて今進んでいく時です。お二人の未来がより良いものへなっていきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価とコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下さんとの恋、お相手からのアプローチはありますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。3番はムーンストーンのカードです。このメッセージは最後にお伝えしていきます。ではトランスペアレントオラクルカード、こちらより3枚カードを展開していきます。はい、それでは見ていきます。ここで3枚カードを出していて、こちらがお相手が感じるあなたの印象、魅力っていうのを出しています。まずここで出てきているのが水星のカードです。コミュニケーションを表しているので、純粋にあなたとコミュニケーションを交わしたいっていうふうに思ってるんじゃないかなと思います。あと一緒にお出かけしたいとか、そうですね、あとは軽やかさっていうのをあなたから感じてるかもしれません。軽快なトーク力とか、あとは見ていきましょう。カラーカードのカードはオレンジ、自分を育むというカード、そしてエンゲージメントカードの方からも3枚出しています。革新性、コミットメント、はい、そして、身体的、精神的、社会的に満たされた状態、輝いているっていうことが伝わってきます。あとやっぱり軽快さや明るさっていうのが入ってくることと、個性的、あとは約束をちゃんと守ってくれるなっていう、そういう印象も持たれてるんじゃないかなと思います。このオレンジのカラーからも感じ取られるように、ビタミンカラー、つまり元気をくれるような存在だっていう印象を与えているみたいです。あなたが放つ魅力は好きなお相手にとってまるで光が差し込むように心地よいものです。あなたはあの人にとって身体的、精神的にも満たされた存在であり、自然と幸せな気持ちを感じさせる人です。あなたの肌には柔らかな美しさがあり、触れるだけで心が癒されると感じています。もしかしたらお相手と触れたことがあるのかもしれないですね。落とし物を拾って落としましたよっていう時にね、受け取った時に手が触れたとか、そういうことがあったのかもしれません。あの人はあなたの目の中に宿る輝きと優しい視線に何度も心を奪われています。その瞳には上品さと輝きが共存し、ただそこにいるだけであの人の心に穏やかさと刺激を与えているんです。あなたと過ごす時間はあの人にとって特別なものであり、あなたに会うたびにエスコートしたくなるような気持ちを抱かせます。あなたはあの人にとって天使のような存在であり、その優雅さと温かい明るさは日々の疲れを吹き飛ばしているようです。好きなお相手はあなたと一緒にいることで深い安心感と新しい刺激を得たいと感じています。あなたの個性的な一面と柔らかい美しさに包まれた瞬間があの人にとって何よりも価値のある時間となっています。あなたの優しさと輝きがあの人の心に幸せを届けているんです。はい、ということで、柔らかさ、美しさ、そして個性的、いろんな一面のあなたを見て元気をもらったり癒しをもらったりしているよっていうのがお相手が感じるあなたの魅力、印象です。あなたから放たれる輝きっていうのを強く感じるので、例えば SNS でよくあなたのことを見ていたりとかするのかもしれません。なんか同じ職場で働いているとかっていうよりは、例えば SNS とかネットコミュニケーション、ネットワークの世界
SNS とかでつながっているような関係性なのかもしれないなというのを少し感じました。ではタロットカードを使っていきながら、お相手があなたとどんな恋愛をしたいと思っているのか、もしあなたと恋愛関係になるんだったらということで見ていきましょう。はい、ではこちらのカードで見ていきましょう。いいですね。この恋愛は、お相手というよりあなたが、引っ張っていくような、そんなお二人の関係性になっていくのかもしれません。ただお相手からアプローチありますかっていうことに関しては、アプローチありますよっていう風にはっきりと出てきています。ソードのナイトのカードが出ているので、お相手が果敢にあなたにアタックしていくっていうのが出てきているんですね。そして最終的にどんな恋愛にしていくのかとか、あとお相手を立てながら支えていきながら、サポートしていきながら、そしてその恋愛を動かしていくのがあなたになっていくんじゃないかなって。あとはお相手が告白してあなたの返事待ちとか、そういう関係性になっていくのかなっていうのを感じます。今の関係性も決して悪くはないんですが、お相手は具体的にどんな風な関係になりたいのかっていうのを目標を掲げて動いていくっていうのが出てきているので、叶えたい夢、理想とか関係性っていうのがあると思います。もちろんあなたに支えられているとか助けられているってことに感謝していきながら、そして自分の方から愛情を伝えていくんじゃないかなと思いますね。ただしお相手の動きっていうところに関してちょっと気になっているところがあって、一つはお相手がライバルの存在を気にしているかもしれないっていうこと、あなたの奪い合いになるかもしれないなっていうふうにご自身が感じていること、実際にライバルがいるかどうかっていうのはちょっとわからないんですが、お相手の中ではそういうふうに見えているよっていうことと、あと早くしないとあなたと恋愛関係になるチャンスが逃しちゃうんじゃないか、逃がしちゃうんじゃないかってことでちょっと焦り気味なことで、あとは周りの環境にカップのページのカードが入っているので、やはりあなたが、例えば他の人に持ってかれちゃうんじゃないかっていう風にちょっとやっぱり焦りを感じるんですよね。少しタロットのを出してお相手の、そうですね、1枚カード補足で全体的にもらっていこうと思います。そしてどんな時でもその状況を見極めて進んでいきたいって、冷静さを持ってね、お相手は進んでいくと思うんですが、自分とは全くタイプの違う人にあなたが揺れるんじゃないかっていう心配を少ししていることっていうのが入ってくるんですね。もう少し見ていきましょう。忍者のカードですね。そうですね、これは自分自身の心の中を見つめていくって、冷静に、あくまでも冷静にこの人見ているなっていう感じはします。動きはあるんですが、あくまでも冷静にっていうことはこの人の中で心がけていると思います。そして下心とか欲とか感情に惑わされたくないって自分自身も思ってるし、あなたにもそれを求めているかもしれません。すごくあなたが優しいから、誰かに助けを求められたら手を差し伸べる人ですよね。それだけ愛情豊かな人だから、あなたを頼ってくる人が他にもいるし、そしてモテるのかなっていう感じもします。他にもアタックしてくる人がいるからこうしてなれないぞっていう感じがするんです。ですが自分は計画を練って、あくまでも冷静に振る舞ってあなたにアタックしていくんだっていう気持ちは変わらない。かなり考えていると思いますね。あと真面目な人ですね、この人。なので自分と全く正反対のタイプの人があなたを狙っている可能性があるなっていうのを予感している、察知している可能性があります。例えば甘え上手な人があなたの近くにいて、その人があなたに今近づいているのを察知してるから、こうしてなれないなっていう風に自分でアタックしようって思ってるのかもしれないし、ただそのちょっと自信がないっていうところが入ってくるかも。自分と違う人がいるから
もしかしてあなたはこの甘えん坊のこの人の方がいいって思うのかな。このクールな自分よりだったらちょっとロマンチック要素のある人の方が好みって思ってるのかなっていう風に、すごくあなたのことを見ていたりとか周りのことをよく見ているっていうのが今入ってきています。で、よく見た上で動く時に動いてさっと助けたりとか、引く時は引くっていう風に考えてるかもしれない。これから自分がどんな風に動いていこうかっていうのをすごく慎重に考えてる。でも慎重になりすぎて動かないわけではなくて、できるだけ早くスピーディーに動いていきたいっていうことはもう瞬時に考えてるので、かなり賢い方だし頭の回転が早い方なんじゃないかなと思います。そしてそのお相手との会話のやり取りをうまくできるぐらい、あなたも頭の回転が速くて賢い上品な方っていうのが入ってきますね。なのでお二人の間でしかわからないぐらいのこのマニアックなトークが繰り広げられている可能性もあるなというふうに感じました。そしてアドバイスカードがワンドの2番のカードです。これはお二人にとってのアドバイスカードとして見ていただいてもいいですし、あなた自身のアドバイスとして受け取っていただいても構いません。目標に向かって具体的に計画を立て動き始めましょうっていうカードですね。どこに目標を定めていくのか、このお相手もそうですね。どこに目標を定めてどんな風にアタックしていこうかっていうのを今すごく熟考しているっていうのが入ってきます。見極めて動いていくっていうところですね。気になるのは周りでライバル的な存在がいるんじゃないかなっていうのを感じますね。なのでそのライバルには負けないように計画的に動いていこうっていうのが見られます。はい。そしてあとはですね、アドバイスカードももらっていきましょう。もしあなたの方で何か動きたいって決めたい、決断したいって思ってることがあるんだったら、具体的にどうしたいのかっていう目標を定めて実際に動いてみてくださいっていうアドバイスカードです。あとはお相手からのメッセージです。お相手があなたに伝えたいこととあなたの背中を押してくれるようなメッセージとしてもらっていきます。そしてこの方からの動きがあるので、あなたは愛される存在としてお相手の瞳に映っていますから、そこに対しては自信を持ってくださいということ。そして最終的にお相手動いてくるんですけど、それをイエスというのはあなただし、どんな恋愛にしていくのかっていう風に色をつけていくのはあなたなんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、ではより良い関係性を築いていくためにっていうアドバイスカードと、あとお相手があなたとどんな恋愛をしたいのかっていうのも具体的にオラクルカードで出していますので、お相手がどんな恋愛をしたいのか見ていきましょう。まずこれは運命のカードなんですね。あとは蜘蛛の巣のカードなので、絡み合うっていうカードです。もし絡み合ったりとかほつれているものがあるんだったら、それを修正してより良いものにしていきたいとか、あなたと引き寄せ合うようなそんなご縁を感じているっていうことも伝わってきます。トゥルーラブのオラクルカードからです。ディバインフェミニン、あなたが、すごくね自分を受け止めてくれる女性性を持っているということ。ご覧になっている方は性別問わず、あなたの包容力だったりとか受け止める力っていうところに魅力を感じているっていうことですね。デートのお誘い、あなたを迎えに行きたいっていうこととか、それがデートのお誘いなんじゃないかなとも思いますね。あとはエンパワーメントのカードと、このカードっていうのが、成功への波なので、まさに今お相手が目標を持っていて、あなたと結ばれるために動いていきたいっていうことを伝えてきてくれてるのじゃないかなと思いました。そしてお相手から見たら、あなたは美しい人、天使のような輝きを持っている人っていう風に見えています。特別な人っていう風に感じますね。もしお相手があなたと恋愛をしていくんだったら、どんな恋愛をしたいのかっていうことで見ていくと、お相手はあなたと交際していくんだったら、やはりこの成功の波に乗りながら新しい豊かさと刺激的な未来を築いていきたいと思っているようです。あなたと一緒にいることで自分自身がさらに成長し、たくさんのチャンスに恵まれる感覚を大切にしていきたいと思っています。お互いに支え合い、必要な時には助け合いながら新しい冒険へと挑戦できる関係を求めています。
少し刺激的な関係性を求めている。刺激的というのは遊びとかではなくて、穏やかな日常の中にもところどころドキドキしたりロマンチック要素を組み込みたいねっていうことが現れています。またあの人はあなたの秘めた力や優しさに深く惹かれていて、あなたが持つ癒しと愛に包まれたいと思っています。あなたの存在があの人にとっての安らぎであり、尊敬と感謝の気持ちを抱いています。あの人はあなたに誠実であり続け、あなたを守り支えながら共に成長できる関係を築きたいと感じているんです。さらにあなたが持つ柔らかく温かなエネルギーに心惹かれています。直感や包容力を信じ、2人で自然体でいられるような関係を望んでいます。調和と幸福に満ちた未来を夢見ているんですね。あの人はあなたと共に豊かな心を分かち合い、愛と信頼に満ちた交際を大切にしていきたいと強く願っています。あなたがいることであの人は本当の自分を見つけ、2人の未来に確かな輝きが増していくのを感じています。お互いを信じ合い支え合って愛に満ちた関係を交際を築いていきたいと願っています。あなたともしお付き合いをするのであれば、それは共に成長し合えるような、そして運命を感じているっていうのが入っているので、やはり深いご縁を感じているんじゃないかなと思いますね。アプローチ期待してもいいんじゃないかなと思います。あなたの美しさや上品さ、そしてお相手を受け入れてくれる、受け止めてくれる優しさっていうところに惹かれているみたいですね。ではアドバイスカードと、あとお相手からのメッセージをもらっていきます。まずアドバイスカードです。こちらのカードが、これもそのお相手と一緒につながっていくっていうことで、まだお互いが無意識の世界で考えていることかもしれない。まだお互いが表面的にまだ自分の感情として察知できていない部分でつながりを深く感じ合っているということ、そしてこれから先の未来、2人の間で良い未来を描いていけるという予感がしているということっていうね、そういうカードですね。夢を表すカードなんです。夢が現実になっていくとき、それが速いスピードで現実化していくかもしれません。はい。なんかね、回転が速いので、ものすごく速い展開で2人の仲が急激に縮まっていったりとかする可能性もありますね。はい、ぜひこのチャンスをキャッチしてください。お相手もタイミングをつかんでスピーディーにあなたにアタックしてくると思います。今直感を信じて動いていく時っていうのが入ってきますね。あとはお相手があなたに伝えたいこと、幸せを選んでほしい、選ぶっていうカードと、そしてご自身の体を愛している、あなたの体を愛しているということ、その体には魂も宿っていますからね。そしてお相手が伝えたいことは、今あなたが存在していること、自分自身が存在していること、これが奇跡だ。その奇跡、お互いの存在をもっと楽しみ合いたい。そして2人でいることの幸せを選んでいきたい。カラフルに彩っていきたいということ。あとはあなたの背中を押すメッセージとして、ご自身の体により磨きをかけてみましょうっていうメッセージが入っています。ヨガをしたりダンスをしたり足のマッサージをしてみましょう。体に優しくすることでより良い運気が巡ってきます。はい、体のこりをほぐしてくださいっていうメッセージ。あとはお選びいただいたオラクルカード、ムーンストーンのカード。これは自分の目的を果たしていきましょう。あなたの目的は何ですかっていうメッセージです。このムーンストーンのカードからより良い運気を引き寄せるためのメッセージをもらっていきます。日々の生活の中で自分の目的を意識して進んでいくことが大切になってきます。大きな目標を持つことはもちろん素晴らしいのですが、毎日の小さな行動や選択にもその目的に向かう大事な一歩となっていきます。例えば今日何をするか、どんなことに感謝を感じるのかを考えてみましょう。その積み重ねがあなたを自然と目標に近づけ、良い運気を引き寄せていきます。もし道に迷ったり進んでいく方向がわからないと感じる時があっても大丈夫です。その時こそ一度立ち止まって、自分がどんな風に生きたいのか、
何にワクワクするのかを思い出してみてください。自分の心に従って前に進んでいけば、きっと運命が味方してくれます。今日一日を大切に過ごすことで、少しずつ自分の目標に近づき、運気もより良くなっていくでしょう。ムーンストーンからのメッセージをお受け取りください。年下さんとの恋、お相手からのアプローチはありますかということで、あります。はい。ただしお相手はライバルの存在を気にしているっていうのが出てきていました。それぐらい眩しい存在に見えている、映っているっていうことですね。お二人の関係性がより深まっていきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。年下さんとの恋の行方、お相手からアプローチはありますかということをテーマに見ていきました。はい、そして今回はこちらの Life Loves You カード、こちらから共通メッセージをもらっていこうと思います。今のあなたの背中を押してくれるようなメッセージ、共通でもらっていきましょう。今回の選択肢はフローライト、サンストーン、ムーンストーンの3枚で選択肢とさせていただきました。今回3枚もらっていきます。はい、ではメッセージをもらっていきましょう。まずは自分自身を愛することを受け入れましょう。鏡を見てあなた自身にこう言ってください。自分自身を愛してる、本当に愛してる、恥ずかしがらずに。すべての命はあなたを愛してるというのと同じことだから。つまりは鏡に向かって自分自身愛しているということと、あとお相手とあなたは愛し合う、お相手に向かって愛してるっていうのと同じように自分にも愛してるって言ってくださいって、それがやがて反映されてくるっていうことと、あとはあなたは躍進していきます。自分の収入が頑張ることなく楽に急増する、増えていくのをイメージしてください。物質的に必要なものは全て宇宙が面倒を見てくれると信頼しましょう。必要な時に必要なものが流れてくる、引き寄せられてくるというのを信じてみてください。あなたはこれから大きく躍進、飛躍していくでしょう。そして自分自身でいることが大好き。自分に誇りを持ちましょう。普通であろうと頑張るのはやめましょう。もっと本当の自分でいること、そのままのあなたをみんなに見てもらいましょう。周りと違くてもいいんです。あなたはあなたです。周りと一緒でなきゃいけないというふうに思わなくても大丈夫。あなたの歩みで構いません。マイペースに進んでいきましょう。自分の今の体や心のバランスに合わせて、調子に合わせて動いていったり、休んでいったり、休憩したりしながら進んでみてください。そして躍進する、大きく羽ばたく時もやってきますので、これを信じて、そして自分自身好きだよっていう風に自分を愛おしく思って優しくしてあげてくださいっていう共通メッセージが入っていました。ぜひこの3枚のメッセージをお受け取りください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。